はい、どうもこんにちは。カネでございます。ということで、今日なんですけども、以前、ヒオウギ貝っていうことでね。それではこちらを、さばいていく。ダヤ貝の仲間らしいですね。西日本では養殖もされてて、お歳暮やお正月用としても人気があるんですって。これも白。で、こちらが、ヒオウギ貝の貝柱のお刺身ですね。で、こちらの、ヒオウギ貝をさばいて食べてみたんですけども、そのヒオウギ貝のメーカーさんの方からですね、いつも楽しく動画拝見させていただいておりますと、メッセージとともに、とあるものをいただきました。それがこちら。よいしょ。海の玉手箱という風にね、書いてあります。一体何が入ってるんでしょうかということで、それではこちらを開けていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。海の玉手箱。ということで、一体何が入ってるんでしょうか。もう早速開けていきましょう。いきます。袋を取って、おー、なんだこれは。すげえすげえ。こちら、この前やったヒオウギ貝いただきました。で、立派なサザエ。で、このヒオウギ貝の違いですね。めちゃめちゃ可愛い。で、ここからがすごいんだ。2つ入ってます。これ皆さん何かわかりますか？これがですね、アコヤ貝っていう貝でして、別名これ真珠貝とも言うんですよ。読んで字のごとく、これは真珠が作られる貝。この中に真珠の元となる玉を入れとくと、この貝が自動的に真珠を作ってくれるんですよ。真珠ってそうやってできてるんです。で、僕正直、この入ってるものは知ってました。メーカーさんがもう本当にぜひ面白い貝があるということで、このアコヤ貝2つ入れてくれました。真珠が中に入ってるらしいです。さばいて開けていきたいと思います。今日はね、せっかくこんな立派なサザエでヒオウギ貝ありますので、今日はこちらの玉手箱から出てきた貝を使って、お刺身の盛り合わせ作っていきたいと思います。で、こちらのヒオウギ貝の違いなんですけど、聞いたところによると、酒蒸しとか、味噌汁がとっても美味しいよということなんでね、酒蒸しでいきたいなと思ってます。で、この真珠貝は貝柱がとっても美味しいらしいので、貝柱もお刺身の盛り合わせに入れていきます。そしたらこちらの貝開けていきます。本当に真珠は入ってるのでしょうか？開け方は多分牡蠣とかと一緒だと思います。ここに隙間がありますんで、ここからオイスターナイフを入れて、貝柱とちぎっていきます。よし。はい。このように割れました。けども、なんか真珠が入ってる風には見えねえな。はい、これが真珠貝の貝柱ですね。真珠は、やばい。なんか硬いのがある、ここに。入ってるよ、なんか。どういう仕組みなんだろう。ちょっと出してみますね、一回。なんかね、中身はこんな感じなんですよ。こういう風に貝紐ですね、これがありまして。で、これ内臓みたいなとこがあるんですけど、これがちょっと若干硬いんですよね。真珠が入ってるんだったら、この中に入ってると思います。開けていきます。あった。いきます。3、2、1。こちらですね。見事な真珠。すげえ。真珠はこういう感じですね。なんかね、バリみたいなやつがついてますね。とりあえず、1個出ましたと。もう1個開けていきましょうか。こっちも入ってるかな？開け方はもう分かりました。貝柱の位置は、ちょうどここですね。ここにあるんで、ここからナイフを入れます。で、ここら辺に貝柱があるので、これを断ち切ります。よし、そうすると、こういう風に簡単に開けます。で、貝柱を剥がします。さあ、こっちも出てくるかな？あ、これも硬いね。多分ここら辺に入ってます。いきます。あ、出てきた。なんかこっちの方が、さっきのやつより綺麗ですね。艶があるっていうか、大きさは若干最初の方が大きいんですけど、もう綺麗さは断然2番目の方が綺麗ですね。やっぱ個体によって真珠の仕上がりって違うんですね。そういうので真珠のランクが決まってくるんだと思いますね。はい。そうしましたらこちらのヒオウギ貝。これも外していきます。これは以前やりました。片方を外したら、貝紐と肝を持って、グリッとします。そうするとこのように貝柱だけ綺麗に残ります。で、貝柱が残ったら貝柱をこういう風に外します。貝柱がね、大きいんですよ。長いというか、なんというか。もう一回いきますよ。こちらを外して、で、内臓を持って、グリッとします。で、この状態ではまだ貝柱くっついてます。そしたらこっちから、こういう風に外します。ほら、やっぱり貝柱が太い。普通の貝柱が2つくっついてるぐらいの大きさありますもんね。それだけ貝柱の力が強いってことなんですかね。全部見事に大きいんですよ。
うまそうだな。はい、このように剥き終わりました。そうしましたら、濃いめの塩水を作ります。で、そこで一回さーっと洗っていきます。そうしましたら最後、サザエですね。サザエは僕の動画でも何回もやってますね。でもこの動画から見てくれる方もいると思いますので、僕は同じことを何回も言います。わかるまで説明するわい。そしたらまずこちら、蓋がありますんで、ナイフとか、スプーンとかでも大丈夫です。入れます。で、これで頭の部分が取れます。ナイフを勢いよく、スッって入れます。取ります。僕いきます。はい、こんな感じ。で、これがサザエの身ですね。で、次は殻の中に指を突っ込んで、貝柱みたいなところありますんで、それを外します。今外れました。そうしたら、クリンと。これが貝柱みたいなところですね。で、これが肝ですね。肝はこの先端のここはね、食べれます。この太いところは砂噛んでる場合が多いので、お刺身には向きません。もう一回いきますよ。ここに繋がってるところがあるんで、指で外します。外れました。そうしたら、くるんと。はい、こんな感じ。これすごいいいサザエだな。痩せてるサザエってこんなに肝が太ってないんですよ。そうしましたら次は肝の方から処理しますか。こう落とします。で、ここも割って、で、ここについてるビラビラ。これはね、綺麗に取ります。すごい苦いんですよ。このビラビラが。こういう感じですね。真珠貝の貝柱に似てますね。で、次は肝。肝はね、ここね、渦巻きがあるんですよ。渦巻きの下側。ここから包丁を入れます。で、お刺身で食べれるのはここだけです。渦巻きの下に1本。これも渦巻きの下から、よいしょ。で、綺麗にビラビラを取っていきます。この意外にサザエの刺身って手間がかかるんですよね。次はこの頭の部分処理していきます。まだここに硬い蓋がついてますんで、これを外していきます。こういう感じですね。ここから包丁を入れて、できるだけ蓋に身をつけないように、蓋と身ギリギリのところに包丁を入れていきます。こんな感じですね。そしたら、ここに唾液腺がありますんで、これ簡単にピュッと取れますんで、これで完成です。で、こちらのサザエの頭は、塩を振って、塩もみします。これぬめりを落としていきます。で、これでぬめりと汚れを落としていきます。こんな感じに、ぬめりと汚れが綺麗に取れました。そしたらこちらを洗い流していきます。はい、ではこのようにおろし終わりました。ヒヨウギ貝、サザエの肝、サザエの頭、真珠貝。で、サザエの肝は軽くボイルしました。こんな感じに。で、これも盛り合わせに使っていきたいなと思います。それでは、こちらを切って盛り付けていく。次はこちらのヒヨウギ貝の稚貝を使って酒蒸し作っていきます。まずはネットから出して軽く洗っていきます。よいしょ、よいしょ、よいしょ。洗い終わりました。めちゃくちゃ綺麗でさ、可愛いね、なんか。そうしましたらお鍋にヒヨウギ貝の稚貝を入れて、日本酒。で、蓋をして火にかけていきます。貝がちっちゃいので、だいたい3分から5分ぐらいで完成すると思います。はい、では5分ほど経過しました。揚げていきましょう。オープン。そしたらこちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。今日はこのお刺身と酒蒸し以外にも、この前動画にしたマサバ。これをね、煮付けにしましたんで、これと、これ白米。めちゃめちゃいいセット。これが今日の僕の朝ごはんです。
さてさて、ではでは、まずこちらのお刺身からいただきますね。これが、ヒヨウギ貝。今日はあえて切ってません。贅沢にも一粒食いしていきたいと思います。で、このヒヨウギ貝の上にちょこちょこっと乗ってるのが、真珠貝ですね。ちゃんとパールも乗ってます。で、ここがサザエですね。ヒヨウギ貝とかサザエは、まあ随分食べてますので、こちらの動画には初めて出るんじゃないでしょうか。真珠貝のお刺身。醤油にちょっとつけて、いただきます。わあ、うまい。これ食感が面白くて、ホタテとかはこう口の中でねっとり溶けていく感じなんですけど、この真珠貝は口の中でプチンプチンプチン弾けるような食感。それに貝自体の旨味もしっかりありますんでね、美味しい。ヒヨウギ貝もいただきます。これは贅沢よ、この食い方。いただきます。うめえ。白米とも最高に合いますね。で、僕の大好きなサザエのお刺身。これは外さないですね。文句なしに美味しいです。はい、次はこちらの平貝の酒蒸し。こうね、全部殻から剥がれちゃったんですよね。なので、ここに固めてあります。じゃあ、一粒二粒ぐらい。いただきます。わあ、これ美味しいな。ホタテの違いとはまた違うな。やっぱりヒヨウギ貝はこの貝紐の食感。これがしっかりしてるんですよね。で、貝柱の甘みが強いな。めちゃくちゃうまい。次はこちら。全然今日の動画関係ないんですけども、これがね、うめえんだな。こういう風に筋一本入れて煮付けにすると、とっても食べやすいです。ニラレにつけて、ご飯の上に乗せて、いただきます。はい、ということで今日はこちらの海の玉手箱から出てきた貝のお料理ときましたら、お飲み物をこちらでやっていきたいと思います。せーの、でん！銀色のやつ。フリーで行かせていただきます。今から市場に仕入れに行きますんでね。今日はどんな魚がいるかな？楽しみだな。はい、こちら、7対3ですね。いただきます。うめぇ！それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日はヒヨウギ貝、アコヤ貝、サザエ食べてみましたけども、美味しかったです。僕初めて丸々1個のアコヤ貝をさばいたんですけども、思ったのが、身はそんなにパンパンに入ってる貝じゃないんだなって思いました。で、食用とされてるのは、やっぱり貝柱だけらしいですね。でもアコヤ貝の紐、あれも美味しそうでしたけどね。甘辛いタレつけて干したらいいおつまみになりそうですけどね。海の玉手箱セット送っていただきましたヒヨウギ貝の業者さん、本当にありがとうございます。すごく楽しい動画ができました。またよろしくお願いします。ということで、今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。